小休止を挟んでいよいよ準決勝なの。準決勝進出を果たした選手はメイリン様、ひなり様、シュリ様、7-3パイレン様の5名。そしてお待ちかね、準決勝の組み合わせはこうなっとるで。おお、これはなかなか決勝が楽しみな組み合わせなの。ちょっとご主人様、そういう解説はあんまりなんじゃないですか。ナナノの言う通りだ。見ていろ。頑張れば私だってひなりに勝てるってことを証明してやる。そうだ私にだってミュウ様がついてるんですから。エン家の幸運力をなめたらいけませんよ。なんです？名門エン家の力をバカにしていたら天罰が下っちゃいますよ。相性ですか？メイリンさんですね。そんなもんなん隊長。そういえばミュウ様が放浪する羽目になったのは孫悟のせいでしたね。全然心がこもってませんよ。準決勝第1択、ひなりちゃんの勝利なの。第2択、メイリン様の勝利です。予想通りの結果となりましたが、フー様、試合に対する解説をどうぞ。そうですね、どんでん返しもなく大きな見せ場もなく、まあ順当な結果と言えるのではないでしょうか。解説ありがとうございました。やっぱりこんな扱いなのか、私は。さあ次はいよいよ決勝戦や。組み合わせももうできてるからちゃっちゃと行くで。どうやら裏方の兵士たちも7-3とパイレン様が負けるのを見越していたらしくて、ちらっと聞いたところ賭けが成り立たなかったそうですよ。任しときってわけで、ほいじゃあ決勝進出を果たした3人さんに抱負を語ってもらおうか。まずはメイリー様からなの。抱負か。呉の忠績の名に恥じぬよう全力を尽くそう。おお、自信ありげですね。さすが天下のメガシュ UFO。 お次はシュリちゃんなの。そうですね、お相手がメイリンさんとひなりちゃんですから、勝ち負けは時の運になるでしょう。私は全力尽くして頑張るだけです。なるほど、さすが知力100の人は言うことが優等生なの。んじゃ最後はひなりちゃんや。締めはよろしゅう頼むで。頑張ります。
あかんあかん。なんやこう、魂を持っていかれてもうたわ。はあ、これが燃えって気持ちなのね帽子で顔を隠すと萌え心が湧くと。なるほど。すみません。では決勝戦第1試合、メイリン様対シュリ様の戦い開始してください。お手柔らかにな、シュリ。こちらこそです。なるほど。まずは地固めという動きじゃな。突然現れんなって言っとるやろ。錯視孔明は歩兵を主力とした部隊構成。聞いとらへんし。対する周公金は弓兵を主力とした部隊構成か。せやけど弓兵は歩兵の天敵やで。それやのに地固めなん？天敵としか見えないのならば利点よ。まだまだその眼は曇っているということだ。錯視孔明と周公金、2人はそれを踏まえた上で地固めを行っているのじゃよ。どういうこっちゃ？つまりですね、兵種の力関係もあって、シュリちゃんはメイリンさんが構える陣形に対して少しでも有利な陣形を取らなければならないのです。でもメイリンさんはそのことを重々承知していますから、シュリちゃんに意図を悟らせないために必殺の陣形を隠蔽しつつ駒を動かしているのですよ。ということは、つまりメイリン様が主導権を握っているってことなの？そうと言いたいところですが、これがまた違うのですね。必殺の陣形を隠蔽しているということは、すなわち相手に対して絶対的な効果を発揮できない中途半端な陣形でいるということ。部隊の動かし方一貫で一気に本陣を突かれることだって考えられますからね。気が抜けない状態なのですよ。というか、どちらかというとシュリちゃんの方が主導権を握っている感じですかね。そうなんですか？でもどうしてだろう。兵種的にはメイリン様の方が有利なのに。そこですよ。主力とする部隊の性質の差で、実はシュリちゃんの方が有利なのです。兵育の言う通りじゃな。歩兵と弓兵、一見すると機動力のない歩兵に対し、弓兵は一方的に攻撃ができるように見える。しかし騎兵と違って歩兵は両手を使えるのである。いや、そんなん当たり前やん。それがどうしたって言うんや？両手が使える、すなわち右手に剣を、左手に盾を持つことができるということですよ。そういうことです。騎兵より突進力がないとは言っても、弓兵にとって近接されるということはそれこそ命取りですし、ましてどこまでも地面が続く戦場ではなく将棋盤の上ですからね。
距離を取ろうにも取れないということか。岳文献の言う通りである。もちろん周公金もそのあたりは織り込み済みであろう。ならば先に仕掛けるのは美州楼の方か。それとも主導権を渡したくないシュリちゃんが動くのか。見ものですね。だそうだぞシュリ。さすがはフーさん、状況判断が的確ですね。そうだな。しかし的確だからこそ先が読めないということもあるのだろう。これはなんとじりじりと歩兵が迫る中で本陣に属する騎馬隊の一部を前線に投入するとは。上策に見えて握手。軍師をやっていればよくある落とし穴ではありますが、これはどうなのでしょう。ちょっと状況が読めなくなってきましたね。そうなんですか？私には相手前線の歩兵隊を牽制するいい手にしか見えないのですが。見て先までを考えるのなら確かに攻守ではありますが、それ以降になると弓の攻撃の邪魔になるのですよ。ああ、そういやそうやな。けどじゃあメイリン様は失敗したんかいな。傍から見ていれば失策としか見えないですけど、打ち手が天下の美州楼ですからね。このような握手を取るとは思えないのですよ。なのに刺した。残念ながらここまで来ると風の解説もあまり役には立たないのかもしれません。少し悔しいのです。それでフー様、メイリン様の手に対してシュリちゃんはどうやって動くの？あの握手を見逃すシュリちゃんじゃありませんから、すぐに動くと思いますよ。と言ってる間に動きましたね、シュリちゃん。今です。おーっと、メイリン様の握手と思われる手にシュリ様が素早く動き出したで。ふむ、やはりシュリちゃんはこの機を逃さず一気に勝負をかけるようですね。というのも早い気がしますね。どういうことでしょう？シュリちゃんの動きに対してメイリンさんの反応が静かすぎるのですよ。あ、本当なの。ちょっと笑ってるの。となるとシュリちゃんの取った手が吉と出るのか凶と出るのか。基本ですね。基本だからこそ。それでこそ諸葛孔明だ。ああ、シュリ様の動きに対して今まで動かなかったメイリン様が動き出した。握手と見せかけて相手の心理を誘導しやすいということでもあるのですよ。ですよ。
傭兵の9割が基本の積み重ねでできているという意味がよくわかるでしょ。基本と応用、その2つがとても美しく盤上で展開される。さすが伏竜に美醜郎です。美しすぎてフーはもう見入ることしかできそうにないですよ。メイリン様の反撃を受けながらも、シュリ様はその迎撃を巧みにかわし、体勢を立て直しています。さすが天下の名軍師。反撃されながらも隙あらばメイリン様の本陣を突こうとしとるで。なんかもう言葉にならないの。さすが伏竜ですね。このままいけば案外逆転できるかもしれませんが。しかしあの周公金がそれを許すかの。ですよね。やるなシュリー。崩壊しかけた戦線を再構築し、体勢を立て直すとは。状況は不利になりましたけど、勝つことを放棄しては軍師として失格ですから。ああ、それでこそ私が尊敬する軍師殿だ。では参るぞシュリ。まだです。まだ諦めません。やる。これで詰みだな。負けちゃいました。シュリ様の敗北宣言により、この試合5の大都督メイリン様の勝利となりました。悔しいです。嘆くなシュリ。今回は時の運がたまたま私に味方してくれただけだ。その証拠に36手目の握手がシュリには気づかれなかった。それを言うなら48手目と67手目の私の握手も気づかれませんでしたよ。でも今回は指す手が裏目に出ることが多かったです。そこが勝敗の分かれ目だったのかもしれんな。しかし心臓に悪い戦いだった。それはこっちのセリフですよ。軍師としては当然のことなのです。慣れですよ、慣れ。お兄さんも頑張ればできますって。それにしてもなかなか内容の濃い試合やったな。手に汗握る展開の連続でさあドキドキしっぱなしだったの。傭兵道は本当に奥が深いですね。了解です。では続いて第2試合を開始したいと思います。第2試合は先ほど素晴らしい采配を見せてくださったメイリン様と元東卓軍軍師エイ様、覇王カリン様を破って堂々の決勝進出を果たした戦術の天才ひなり様の戦いです。その名が天下に響き渡る2人の戦い
術を見せてくれるかなの。ドッキドキの第2試合、早速開始やで。さてさて、連戦でひなりと当たるとはなかなか骨が折れそうだ。もう少し休憩されますか？いや、皆が同じ状況で連戦するのだから甘えてもいられんさ。やるぞひなり。舞台の構成はさっきと同じで、ひなりちゃんが歩兵中心、メイリン様が弓兵中心の構成なの。でもさっきのシュリ様との戦いを見とるやろから、メイリン様は同じ手は使えんやろな。一度勝利した策を何度も使おうとするのは軍師という人種の悲しい差がではあるのですがね。はい。でもメイリンさんがその誘惑に負けることはないでしょうし、どういう手を打つのかフーもしっかり勉強させてもらいましょう。とかなんとか言っとるうちにメイリン様が動き出したで。まずは先手を取らせてもらおう。おお、これは見事な重心陣ですね。相手の攻撃を中央の歩兵でがっちりと防御。身体に手間取る相手に矢の洗礼を浴びせる。お手本通りといったところじゃな。前線を突破するのが容易ではなさそうですね。自分は苦手です、こういう陣。どう出るというか、もう出てますね。さすがひなりちゃんです。もう対応してるの？私が重心陣を敷くと読んでいたのか。シュリちゃんの時の手を使うことはないと思いましたから。メイリンさんが取るとすれば、シュリちゃんの時とは全く正反対の手だと思ったんです。きっと私も同じことをすると思いますから。なるほど、ひなりの手のひらの上ということか。まだそこまでは言ってないですけど、メイリンさんが重心陣を敷いている間にこちらの準備は完了しました。次は私の番。行きます。嫌な動きを。まずは右翼を無力化しますね。何？自軍左翼後方に潜伏させた騎馬隊迂回行動、それと同時に本陣に待機中の遊撃属性の騎馬隊を急進させてメイリンさんの右翼に突撃させます。牙？しまった。歩兵に気を取られすぎましたね。右翼もがせてもらいます。これでは右翼が持たん。本陣の歩兵を右翼に割り振る。続いて左翼を後退させて右翼の援護に回らせよう。遅いです。自軍右翼後方より2打隊合流。物資補給により歩兵を騎馬隊に変更します。2打隊だと？固定観念にとらわれすぎですよ、メイリンさん。自軍右翼後方に配置した歩兵を騎馬隊に
左の羽をいただきますね。両翼が持たん。本陣前方に展開する歩兵を2つに分ける。一方を本陣の防衛に、もう一方を左の本陣に急進だ。本陣の守備には最低限の兵しか配置していない。肉を切らせて骨を立たせてもらおう。まだです。本陣前方に歩兵を展開。続いて右翼を攻撃していた騎馬隊を旋回。歩兵の後ろいただきます。まさか私の右翼の攻撃を無視するというのか。さらに本陣前進です。強撃か。だがまだまだ。さらにメイリンさん左翼を突破した騎馬隊を本陣に、歩兵の背後を取ろうとしていた部隊を歩兵に変更。そのままメイリンさん本陣の左翼に移動。本陣強撃を行います。馬を捨て歩兵となって本陣をついてくるとは。これでは陣の再構築もままならんか。焦りが出てしまいましたね、メイリンさん。しまった。これで詰みです。どうやら投了のようだ。メイリン様、ここで自ら負けを認めましたなの。メイリン様の投了宣言により、この試合ひなり様の勝利です。しょっぱなの陣再編のわずかな隙を捉えられたのが敗因か。しかしうまく意図を隠していたつもりだったが、どこで感づいた。3手目、本陣前の歩兵を下げたところです。陣再編の初手の初手だな。素晴らしい先読みだ。ありがとうございます。けど8手目、13手目、37手目の時に仕掛けようとしたのをうまくいなされてしまいました。ひなりの動きに感づくのが2手遅れたからな。かなりギリギリではあったのだが、それでも満を持しての仕掛けでしたから、さすがメイリンさんだって思いましたよ。そう言ってもらえると嬉しいな。しかしここまで来るとうちらには何がないんやわからんな。8手目とか37手目とか、なぎちゃんどんな手だったか覚えてる？私に聞かないでくれ。だよね、サワも覚えてないし、なんだか違う人種を見てるみたいなの。同感だ。やはり武漢とは頭の出来が違うんだろうか。何に特化してるかの違いだけですよ。私たちだってナギちゃんたちと体の出来が違うのと一緒です。それにしても先ほどの戦いといい、今の戦いといい、天下に歌われている方々はやはり次元が違いますね。思いますね。フーはあの3人がどう動くのか読み切れてませんでしたから。同じ軍師という人種としてはあまりの実力差にちょっとへこんでしまうのです。上
上には上がいるというのは嬉しくもあり悲しくもあり、ブーももっと頑張らないといけませんね。女たらしの本領発揮ですね、お兄さん。次の勝負は首里様対ひなり様。この試合の勝敗によっては延長戦へ突入やで。では運命の第3試合開始です。あれ、お二人さん、試合開始やで。魔王ちゃん、今は静かにしておいてあげてください。今、シュリちゃんとひなりちゃんは勝ちへの道筋を頭の中で組み立てているのですよ。だから話しかけたりしないであげてくださいね。何も考えずに行き当たりばったりで戦いを始めても勝てるはずはありませんからね。軍師は戦いの前に相手の特徴や癖などを踏まえた上で数百通りから数千通りの手順を頭の中に浮かべて試行錯誤を重ねていくのですよ。その組み合わせの中から最も確率の高い勝ちへの道筋を見出していくのです。数百から数千って。だからそんな解説をしている間にどうやら2人とも同時に勝ちへの道筋を発見したようですね。なんやあの速さ。お互い相手の駒の動きをチラ見するだけで、あとは自分の駒を動かすのに集中しとる。あんなんでうまいこと布陣できるんかいな。それは心配ありませんよ。予想の範囲内の出来事なら取るに足らないことですから。取るに足らないことですか。なんというか軍師同士の戦いとは私たちの及びもつかないところで行われているのですね。ほんと、二人ともすごいな。あれ、二人の動きが止まったの。どうやらシュリちゃんの予想できない手をひなりちゃんが指したようですね。そういうことですね。結構長いな。隊長が行くにはもうちょっと必要やろうけど。付き合う方の身にもなってほしいの。私はそういうのも好きですけど。これこういう時はナギちゃんが止めないと2人がさらに暴走しちゃいますよ。すみません。
おそらく本陣の前に置かれた騎馬の小部隊のことでしょうね。あ、本当なの。すごく不自然に騎馬隊がいるの。不自然ですね。部隊のほとんどを左右に展開、そして本陣前に騎馬の小部隊だけを置いてるんですから。思えないですね。ではお兄さんに質問です。部隊の大多数を本陣から離れた場所に配置しているのに、本陣への攻撃を誘発する誘いをしてどうするのでしょう。はい、よくできました。ではそれを本陣の目の前でする意義は？それも定石ですが、シュリちゃん相手にそれをやる意味が見当たりませんね。定石すぎて軍師ならば絶対に乗らないでしょうね。多分リンリンちゃんでも乗らないぐらいです。乗るのは春蘭様ぐらいですかね。ならば何かの策があるのではと思わせるための策ということですか？さすがなぎちゃんは優等生さんですね。アメちゃんをあげましょありがとうございます。せやけどこのままやったら拉致があかんわな。シュリ様どうするんやろ。現場であんなんがいたらうちはどっちもやりたないな。そう思わせることが策というものですからね。いやらしいな、ほんま。いえいえ、お兄さんには負けますよ。隊長、ノリツッコミの腕上げたな。まあバカなお兄さんは放置しておいて、とりあえずシュリちゃんは無視することに決めたようですね。本当だ、シュリ様また動き出しましたね。糸が見抜けない以上気にしながらもつっついて蛇を出すことを避けるってことなの？つかなくても蛇が出るかもしれないなら、その事象を織り込んだ上で先手を取る方がいいでしょうからね。はてさて、風ごときがお二人の考えを見抜けるかどうかはわかりませんね。とりあえず今ある事象を整理しましょう。まずは騎馬隊の特徴は何でしょう？騎馬隊の特徴はその速さにあります。歩兵にない機動力があればこそ弓矢に対して一定以上の優勢を得られますし、あとは突進力ってとこやな。ふむふむ。ではその特徴を消せば騎馬隊はどうなるでしょう？そうですね。例えば騎馬隊の目指すべき場所、今回の場合はシュリちゃんの本陣ですけど、その目指すべき場所の前に障害物を設ければ、
騎馬隊の特徴である機動力と突進力が半減してしまいますね。はい、正解。2つの特徴を消せば騎馬隊の怖さは半減しちゃいますね。と、そんなことを言ってるうちにシュリちゃんが動きましたよ。フー様の予想通り騎馬隊の前方に歩兵隊を配置したの。普通ならばそうですね。だけど、次はひなりちゃんが動くの。こういうのはどうかな、シュリちゃん。これは騎馬隊を3部隊にした？嫌な手を使ってきますね。ひなりちゃんは先行して騎馬の一部隊を置いてましたけど、どうやらその部隊に対してのシュリちゃんの出方を伺っていたのでしょう。牙を叩くならその対応を、放置するなら放置の仕方を確認した後、次の手を打つ。今回シュリちゃんは初期配置の騎馬隊に対して完全に無視することができなくて、歩兵一部隊を相手騎馬の手当てとして配置しました。その手当てを確認した上で、ひなりちゃんはさらに騎馬隊を配置したのですよ。ここでシュリちゃんは考えなくてはいけなくなってしまいました。これは初期配置の騎馬隊と同じ役目、つまり攻撃を誘発するおとりなのか、それとも違う意図を持つ部隊なのかと、そう考えてしまったシュリちゃんはすでにひなりちゃんに主導権を奪われ、なおかつ術中にはまってしまっていると、そういうわけなのですよ。なんかめっちゃ怖いな。しかし、そんなにも簡単に人の心理を操ることが可能なのでしょうか？一概には言えませんけど、同じ枠組みに所属する人種ならほぼ可能と言えるでしょうね。そこはほら、枠にはまらないというか、はまる枠がないぐらいぶっ飛んだ人間性の人がフーたちの周辺にはたくさんいるじゃないですか。プチエクシャラー。なるほどなの。そういうことです。おそらくひなりちゃんは試合開始前からシュリちゃんの思考をある程度縛っていたのではないかと。すげえですね。まあそれぐらいひなりちゃんはすごい人なのですよ。豚に真珠とはこのことですね。この豚とお兄さんの心を深くえぐっておいて言うのもなんですが、ひなりちゃんの性格上、実戦ではそこまでの手腕を発揮するのは難しかったでしょう。戦
戦術とは、部隊が己の思惑通りに一糸乱れぬ統率で動いてこそ、その真価を発揮するものです。逆に言うと、部隊を動かすのに他人が介在しては、自分の思惑通りに事を運ぶことが難しくなってしまいますからね。それぞれの部隊長の考えが入ってしまうということですか？そういうことです。現場を受け持つ将の考えを全否定はしませんけど、策を実行しようとする場合、多くの人間の思考がそこに介在すれば、その策は軍師が思っているほどの効果を上げないものなのですよ。まあ、こう考えるのは軍師としての癖だと思っておいてもらえると嬉しいですが、誰しもがこんな風に割り切っては考えていないということです。あくまで理想的な状況を追求すればというだけってことですよ。策を成功させるってことだけを考えれば、そういう思考をせんといかんってことやろね。そういうことです。まあそんな感じですから、さっきの対戦の時、ひなりちゃんが活躍できなかったのは、勢力の代表であるトウカさんとお兄さんの存在があったからですし、他にも我の強い蜀の将軍たちのせいとも言えるのではないでしょうか。隊長のせいなの？隊長のせいですか。隊長のせいやとはな。と、お兄さんに追い打ちをかけている間に、シュリちゃんがまた動きそうですよ。このままじゃ足崩しになっちゃう。それだったらひなりちゃんの意図が読めた以上、もう迷う必要はないのです。今度はこっちの番だよ、ひなりちゃん。前方の騎馬隊にあてがった部隊を待機。続いて両翼の部隊で先制を一気に押し上げます。慌てないでひなりちゃんを見てくださいね、お兄さん。お見通しです。右に来ちゃうの？なるほど。騎馬隊を右に動かすことによって、シュリちゃんの左翼に対して数的有利を作るということですか。でもまだ右翼の一部を左翼方向に動かして、ひなりちゃんの部隊を包囲します。それもお見通しなのです。その動きをそれもお見通しなのです。
の手で終わりだよ、スリちゃん。罪だよ。負けてしまいました。よかった。勝てた。ということは2戦2勝ってことやから、決まりですかね。はい、天下一品将棋大会記念すべき第1回目の優勝者は戦術の天才腐敗の魔女っ子食のさえもえ軍師っ子ひなりちゃんに決定だな。